進化した鉄火マンなの。進化した鉄火マン。これが進化した鉄火マン、ブラスター鉄火マンの姿だ。ツルくんです。以前にライオボット版の鉄火マンブレードと鉄火マンエビルが発売されていましたが、いよいよブラスター鉄火マンブレードが発売されました。その内容をじっくりとご紹介しますので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは SF 関係のフィギュアやプラモデルを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回はセンチネルさんから発売されたライオボットのブラスター鉄火マンを紹介します。鉄火マンブレードが進化した形がこちらのブラスター鉄火マンになります。それでは早速開封していきましょう。こちらブリスターとあとマニュアルの方が出てきました。マニュアルの方はカラー版で結構見やすそうです。ではブリスターオープン。本体の方を出していきます。基本的にはプラスチック製で、持った感触は結構軽い感じですね。外装に関してはプラスチックがメインで、一部塗装がされているといった感じのようですね。クリアパーツは特に使われていないようですかね。本体の他にはこちらウイングが4枚とおなじみのランサーが分割で入ってます。あとは手首の方が3種類ずつですね、両手用についています。ランサーの絵が入ってるのかな。あとブリスターの裏にはスタンドが付属されているようです。ブリスターの内容はこんな感じです。では細かく見ていきましょう。表面はプラスチックが使用されています。一部金属が採用されています。目の部分、額の部分、肩の部分ですね。こういったところはメタリック塗装がされています。あとちゃんと赤色、黄色、白も含めてですね、いろんなところで塗装がされているようです。背面はこちらのフィンスラスターが接続できるようになっています。フィンスラスターについてはこちらの通常版と、フィンが展開したような形状のものですね。こちらの2種類がついています。少し形状の差がわかるでしょうか。フィンスラスターについては上下に稼働できるようになっています。こういった形ではめ込み式になってますので、こちらが展開時のフィンスラスターを装備した状態になります。上下動してると根元が外れてくるんで、動かす際は根元付近を持たないとフィンスラスターがちょっと外れ気味です。では稼働の方を見ていきましょう。一度フィンスラスターの方を外させていただきます。頭部の方はあまり可動域が広くはありません。上下動はこの程度ですね。それから左右についてはこのぐらいが限界ですかね。少し横を向ける程度といった感じです。肩アーマーは根元がこちらが球体関節になってまして、ぐるぐると動かすことができるんですが、若干後ろの肩の部分と当たったりもするので、こちらの赤い部分ですね、これが上下に稼働します。こちらの
後ろの部分を上げることによってこの肩の部分との干渉をですね、しないようになってます。肩の前後動の方もできるようになってます。腕の上下動は、ほぼ真横まで上がるようなそんな感じになってます。回転の方はアーマーと一緒に回転するイメージですね。腕の部分は可動する部分が多くて、根元と分割線があるところですね。それから肘の部分、それから肘の先の部分にも回転軸があります。肘の部分については二重関節になっていて、手が肩につくぐらいまで曲げることができます。この部分が二重関節になっています。手首の部分はボールジョイントになってますので、それなりに動かすことができます。胴体の方ですが、腰の部分と胸の部分に関節があって、上の部分だけで前後左右に動かすことができます。また腰の部分でもちょっと硬いんですが、腰の部分も前後、それからひねりの方ですね。ひねりの方は上の部分も下の部分もできるようになってます。結構腰の部分は硬めになっていて、緩いよりはいいという感じですかね。要は二重関節になっているようなイメージですね。腰の部分の関節については前方向ですね。ここまで上がります。それから開脚の方はやっぱこの部分のアーマーが腰に当たるということで少し限界があって、このぐらいまでですかね。開くことができます。それから膝の部分についてはこちら二重関節になってるんですが、この部分のアーマーが連動して動くようになってます。曲げていくに従ってこの内側のグレーの部分がだんだん露出してくるんですが、曲げていくとこの部分が独立して動いていくのがわかると思います。可動範囲としてはかかとがもう太ももにつくぐらいですね。可動域がかなり広いのがわかると思います。太ももの付け根には回転軸があります。それから足首の方は前後動ですね。かかとの方のこの黄色いパーツは可動はしません。それからつま先の方ですね。こちらの方が独立して上下動するようになってます。また左右への回転も可能なので接地性が良くなっているという感じですね。前作のテッカマンブレードでもそうだったんですが、一部関節の伸縮機能がついています。例えば頭などは、この程度しか動かないんですが、頭を上に上げることによって可動範囲が広がるという形になっています。この場合下方向よりはどちらかというと上方向により上がるようになるという感じですね。左右への回転範囲も広がる感じです。だいたい45度ぐらいまでは曲がるようになりますかね。それから肩についても横に伸ばすことができます。根元の軸の長さが左右で違っているのがわかるでしょうか。当然この軸が伸びることによって前後動の範囲が大幅に広がるといった感じですね。でまたこれが当たってくるんで少し上に上げとくと無理なく前後動ができるという感じですね。
後ろの方はどうしてもこの角が少し当たり気味なんですが、それはもうアーマーの向きを変えてですねやるしかないかな。このぐらいは前後動の範囲がかなり広がるという感じですね。太ももの付け根にも伸縮機能があります。わかるですかね。キューッとこうひねるように少しずつ斜め下に伸ばすようなイメージですかね。これによってまた足の可動範囲がさらに広がるという感じですね。開脚に関してはどうしてもアーマーが当たってくるので少し限界はあるかなといった感じですね。このぐらいまで開脚できるようになります。あとは足首の方も伸縮機能がついてるんですが、ちょっと硬くて伸ばすのが難しい感じなんですよね。説明書には足首の方も伸縮機能があるっていうふうに書いてありますので、ここに試してみてください。大体可動についてはこんな感じですかね。付属品の武器についてはこちらのランサーですね。もうこれしかついてません。でもテッカマンといえばこれがあれば十分でしょう。付属の手首についてはもともとついているこちらの握り手の方ですね。これが左右ついてます。それからこちらの開き手の方ですね。開き手が1つ、それから少し閉じた形の開き手、少し何かを握るようなイメージの開き手ですね。こちらが1つ。あとはこちらですね。ランサーを持つ手の方ですね。こちらの3種類の方が握り手とは別に付属しています。スタンドの方は以前のテッカマンにもついていたものと同じものがついていますね。アームの方は胴体を掴むタイプのアームがついてますね。かなりきつめに作ってありますんで、もともと胴体が黒いんでこのアームの方もそれほど目立たない感じになってますね。若干力不足な気もしますが普通に使えるスタンドになってますので飾るときは使ってみてください。テッカマンといえばボルテッカーですよね。もちろんこちらのブラスターテッカマンブレードの方でもボルテッカの発射体勢を再現することができます。テッカマンブレードのボルテッカは肩が開いて、発射口が見えるという形なんですが、ブラスターテッカマンの方はそれが進化しています。ブラスターテッカマンブレードのボルテッカはこちら肩の方がですね開くんではなくスライドして発射口が出てきます。引き出しがちょっと硬くてこれですね、ここまで肩の方を引き出すことができます。これがボルテッカ発射口ですね。当然両肩がよいしょこんな感じですね。肩の発射口とそれからなんとこちら腕の方もですね発射口がついています。この前腕の部分をスライドさせるとボルテッカ発射口が見えてくるという感じですね。反対側も、はい来ました。ボルテッカ発射口の数が増えてより威力が強力になったというのがブラスターテッカマンの、新しい超ボルテッカですねということになります。ネットショップとかで見る商品の写真だと、かなり太って見えてしまってると思うんですが、実際にはそれほど、太ってる感じはしないです。モデロイドの特徴として、前作のテッカマンもそうですが少しその筋肉質な体型になってるとマッチョなこういったマッチョな体型がモデロイドの特徴になってますので、他とは違った、かなり迫力のあるフィギュアになってると思います。これがブラスターテッカマンだっていう感じですかね。
かなりかっこいいキットなんで、皆さんもぜひ手に入れてみてください。次回もお楽しみにしてくださいね。